今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきますね。思うんですよね僕、うん、この人すごいなって思う人って、うんうん、考え方とか人格の部分が15歳とか16歳である程度もう出来上がってるように感じるんですよ。ハリさんはどうでしたか？このすごいってどういう？例えば東京大学を卒業してからの自分と、まだ東京大学目指して受験勉強されてた頃の自分って何か違いがあったりしますか？もしくは何ら変わりのないものなのでしょうか？今回はそこをお聞かせください。お願いします。ではインタビュースタート。あら、いらっしゃった。降臨つかまつりました。あそうやね。東大に目指して受かる前と合格してからで何か違うかってことやんね。そうですね。いやその頃はそんなに変わらん。15歳16歳で人格がもうできてるっていうのは逆になんでそう思ったかやろうと思う。いやなんか同世代にせよ、目上の方にせよ、後輩にせよ、やっぱりすげえなって僕が思う人って、やっぱりそんな風に思うんですよね。もう15、6歳でもう人格形成されてたんじゃないのかなと。じゃないと今こんな感じじゃないよなっていつも思うんですよ。やっぱりバシッと自分の軸っていうのがブレずにずっとある、そんなイメージ印象をいつも受けるんですよね。そういうすげえなって思う方に出会うと、すげえなって思ってくれてるわ。そうですね。いもちゃん大好き。うちはやな。いやそれはなんやろう、自分のどこが見えてんのかわからないけど、東大に入る時に、要は勉強してる時にこんな感じやったかって言ったら全然そんなことない。むしろ受験勉強の時にすごいよくうまくいった、自分の特性は、素直だったりとか、忍耐強かったとか、あとさっきの先入観がなかった、自分はいけるって信じてたとか、なんかその辺にあっただけで、だけでって言ったらあれだけど、なのでどっちかって言ったら社会人になってから、結構挫折とかがあって、変えていった。そこで自分に向き合えるか向き合わないかみたいな違いはあると思うけど、人間だから逃げたくなるじゃないですか。僕も逃げたことも何回もあるけど、でも結局戻ってきて向き合うかどうかみたいな、なんかそこなんやないかな。だからひょっとしたら15、6歳の時にポイントがあるとしたらそこかもしれんね。なんだかんだ言って向き合う。なんか自己肯定感なのか自信なのか、根拠のない自信なのか分かんないけど、そこはあるかもね。なるほど。エモちゃんも天焼きカット。東大法学部マジ物語。先ほど弱い部分もあって、逃げたこともあるっておっしゃられてましたけれども、東大を受験勉強されてた時も、逃げたくなったり逃げ出したりっていう経験はあるんですか？現役で受けた時とか一浪して受けた時に関して言うと、逃げなかったし、というか逃げようがなかった。逃げようがない。っていうのは自分にその受験以外の選択肢があるとは想像ができなかった。言うたらもう一浪が決まった時とかは、これどうするんやろうみたいな感じやし、もう自分にはそれしかない。逆にそう思えたことが背水の陣をしけた。他に目移りもしないし、言ったらその時本当に坊主にしたし、服とかもめっちゃダサい服毎日着てたし、
時間割とかも漫画も全部捨てた。漫画も全部捨てたし、漫画好きなんですね、大の大冒険とかこち亀とか懐かしい、そういう世代そうか、まあ、その断捨離するっていうのも大事なんですかね。逃げ出さないためには向き合うっていう、そうですね。やっぱなんか男女まあ限らないかもしれないけど、なんか人生にはここぞっていう勝負どころがあるじゃないですか、はい、でそこでもうやっぱ逃げないようにするには他の選択肢を切るっていうのはめっちゃ重要やないかなと思いますね、もう一点集中一点突破的な、そう、それだけ、そんぐらいしないと他の人も結構やってるから、なかなかまあいろんな人いるんでね、それでもできる人いると思うけど、でも私の場合はもうそうだったね。なるほど。まあそうまあ学生時代はそういうふうに事実上視野が狭かったから自動的に排水の陣が敷けた。で社会人になってから難しいのは、いろんなことできるじゃないですか。だからその中で絞るっていうのはまた別の難しさある。まあ学生時代もそういう人もいると思うけどね、僕みたいにその受験だけではなかったじゃない人もいると思うし、まあそこはだからどうなんですかね、まあ、スタイルによるといやそれまでだけど、いや僕結構しないことって大事だと思うんですよね、例えばダイエットって常に話されている永遠のテーマっていうか、まあ本でもベストセラーじゃないですかずっと、でダイエットの本って大体なんかリンゴダイエットだったらリンゴ食べるわけですよね。食べない方が痩せると思うんですよこれ食べて痩せよう系多くないですか、これ食べると痩せる、いや、食べなかったら痩せますからって僕いつも思うんですよ。ないっていう、何々しないダイエット、これやらない、お菓子食べないとか、そういうふうに何かしないことの方が大切なんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。まあビジネスの絡みっすよね、結局売れるんでその方が、例えばその受験勉強にせよ、勉強っていうのも無駄な努力をしないっていうの大切だと思うんです僕。なんかその向こうが求めてないところばっかり勉強してても絶対受からないじゃないですか。だから本当に大切なところを勉強していく、この見極めって大切だなって。そうです、常に思いますね。そうなんですよ、なので結構教育現場の本質は僕はコーチングやと思ってて、ちゃんとその子がその情報収集がちゃんとできてて、でちゃんとこういう風にやってったら一番効率よく受かるって分かってて、しないことを決めてて、であとはちゃんと自分で学んでいけばいいし、それを自分でできればいいわけですよね。まあ教育現場は教えたがっちゃうとこはあるかな。あら、いらっしゃった。東京大学法学部卒の方いらっしゃった。あれ、マイクもつけてスタンバってらっしゃる。準備バッチリですすいません、ご足労かけます。いえいえ、お願いします。お願いします。